前回冷凍した食材を使ってお弁当を作ります。マスのロールフライ弁当を作ります。卵に白だし、みりん、マヨネーズを少しずつ混ぜて、冷凍してあるブロッコリーと花人参、お湯に塩を少し入れて茹でます。卵焼き。1回目の卵液を入れすぎました。スクランブルエッグみたいに混ぜます。ブロッコリーは沸騰したら1分くらい茹でて、取り出します。お湯に酢を少し加えて、ごぼうと人参を茹でます。これはハートの形に海苔巻きが作れる型です。3COINS で買いました。この型に卵焼きを詰めてみます。うまくできるかな？輪ゴムを巻いて置いておきます。冷凍してあるピーマンをごま油で炒めます。ごぼうはお湯を切って冷ましておきます。鍋の水気を拭いたら米油を1センチくらい入れて温めます。ピーマンは白だしとみりんを少しずつ混ぜて味付け。鍋を使いやすい方のコンロに移動して、マスのロールフライを凍ったまま揚げ焼きにします。大葉とチーズをマスで巻いて衣をつけてあります。冷凍してあるので中までしっかり火が通るように丁寧に揚げて、美味しそうに揚がりました。ごぼうに簡単酢、砂糖ちょこっと、すりごま、マヨネーズ、醤油を少し混ぜて、ピーマンは鰹節といりごまを混ぜ、おかずを冷まします。卵焼きどうかな？切ってみます。ちゃんとハートの形になりました。フライの爪楊枝を抜いてお弁当箱に詰めます。残ったフライを食べた娘が美味しいと気に入っていました。卵焼きがきれいにできてよかった。今度海苔巻きも作ってみますね。冷凍ストックがあると朝は楽だな。使
使いたいものを冷凍庫から取り出して焼いたり揚げたりするだけです。フライにはソースをかけました。ご飯には梅入りゆかり。完成。このロールフライは鮭や他の魚でも美味しいよ。マスのおにぎり弁当を作ります。一人分だからこの小さな四つ葉のフライパンで作ってみようかな。つくね、混ぜご飯用の舞茸、人参、解凍したマス。ホイルをかぶせて蒸し焼きにします。卵に白だし、みりん、水を少しずつ混ぜて、マスは料理酒を少し加えて、卵も焼きます。卵1個でよかったのに多すぎました。かき混ぜて半熟のスクランブルエッグ状にしたら、蒸し焼きにします。つくねにも料理酒を少し。マスが焼けたら皮を取り除き、マスと舞茸にバターと醤油で味付けをします。混ぜご飯の具を取り出したら、たらこを挟んだはんぺんも凍ったまま焼きます。空いたスペースにお湯を入れて、塩を少し加えたらブロッコリーを茹でます。このつくねは味噌味がついているけれど、酒、みりん、砂糖、醤油を少しずつ入れて軽く味付けしました。つくね完成。火が通ったらどんどん取り出します。マスと舞茸にご飯と塩、いりごまも混ぜたら、セリアのおにぎり型に詰めて、混ぜご飯のおにぎりにしました。ブロッコリーは水気をしっかりとって、塩昆布、ごま油、いりごまを和えます。しっかり冷まします。卵大きすぎたなぁ。さあ、お弁当箱にどんどん詰めます。パパさんは混ぜご飯が好きなのでたくさん入れました。おにぎりを斜めに詰めて空いた隙間におかずを詰めます。はんぺんの大葉たらこサンド、おいしいよ。
野菜は塩昆布とごま油で和えると何でも美味しいね。人参迷いすぎだね。完成。残ったおにぎりを食べた娘がとても喜んでいました。お魚好きだね。前日の夜、今度はこのハートの海苔巻き型にゆで卵を入れて冷蔵庫に入れておきました。このまま輪ゴムを巻いただけにしておけばよかったのに、この後心配になって輪ゴムを二重にきつくしてしまいました。ついでに味玉も作りました。カレーチャーハンとマスのグラタン弁当を作ります。この日もブロッコリーと花人参を茹でます。みじん切りにして冷凍しておいた玉ねぎと人参、1センチくらいの輪切りにしたウインナー、冷凍しておいたピーマンのみじん切りも炒めます。ブロッコリーのお湯を切って鍋を拭いたら、冷凍しておいた玉ねぎとしめじをバターで炒めます。マスのグラタンを作ろうとしているのに、肝心のマスを焼くのを忘れています。ママ、しっかり。この日は寝坊気味で、まだ頭が半分寝ています。グラタンどうなる？チャーハンの具に塩小さじ1、胡椒少々、カレー粉大さじ1を加えます。ここでようやくママが気づきました。慌ててマスをレンジで軽く解凍しながらフライパンにご飯を入れます。うっかりミスに軽くへこみながらご飯を炒めています。ここでやっとマスを焼き始めます。今から？そんなミスぐらいあるさ。人間だもの。バイ、マスオ。マスオ、誰？玉ねぎが焦げるので鍋をずらして火から外します。チャーハンはご飯や野菜の量で変わるので、味を見ながら塩コショウで整えます。マスが焼けたら牛乳を 50cc とクノールのほうれん草ポタージュの素1袋を混ぜます。ちょっと硬いので牛乳を 50cc 追加。スープの素によって変わるので様子を見ながら牛乳は少しずつ加えるといいです。先ほど茹でたブロッコリーも加えよう。ダイソーで買ったパウンド型に入れます。アイラップに入れて冷凍しておいたチーズとパン粉を少しかけて表面に焼き色がつくまでトースターで焼きます。おいしそう。しっかり冷まします。ワクワクしながらゆで卵の様子を見てみると、輪ゴムをきつくしすぎて割れてしまいました。悲しいと思ったけど意外と大丈夫そうです。あとは詰めるだけ。慌てていて忘れていますが、カレー粉を使った料理を詰めるときは必ず
クッキングシートを敷いた方がいいです。わっぱでもプラスチックでもカレー粉は着色しやすい。この日はパパさんが食べてすぐに給湯室で洗ってくれました。グラタンとゆで卵にパセリを振ったら完成。ミスばっかりだったけど美味しくできてよかった。次の動画も前回の冷凍ストックを使ったお弁当作りの続きになります。ご視聴ありがとうございます。またね。